ご視聴ありがとうございます。シーサーです。今日は今後発売されるシーサーオリジナルブランドの商品について、ある程度見通しが立ってきたので、いつ頃発売されるのかとか、あとはどんな商品なのかとか、そういうところの途中報告会をやっていこうかなと思います。私、シーサーは実は去年会社を立ち上げて代表取締役社長になりました。その会社でシーサーオリジナルブランドとして僕がこだわりまくった文房具とかを販売していこうというふうに考えております。動き始めて1年半ぐらい経過しているんですけれども、ようやく今年発売ができそうなので、それについて皆さんに報告をしていこうと思います。これまで僕って他のブランドさんとのコラボ商品をいろいろ出してきたんですよね。こちらのペンテルスマッシュのシーサー限定色だったり、ノーマティックのペンケースとかリュックとかですね。本当にいろんなブランドさんとコラボしていろんなものを作ってきました。コラボするときってサンプル費用だったり、あと製造費といったリスクは全部向こうの会社が背負ってくれて、僕がやることとしては監修をして、でアイデアを出すだけでよくて、正直僕の方でリスクっていうのはほとんどかからなかったんですよね。ただこれからやるオリジナルブランドに関しては、全て自社でリスクを負わなければいけません。サンプル費用もかかりますし、製造費、あとは EC サイトの構築だったり、物流のこととか、もうこちらで全て考えてやっていかないといけないです。これまでのコラボ商品とは比にならないぐらい手間とお金がかかるんですよね。でもどうしてそんな大変なことをしようと思ったかというと、自分で舵を切れるからなんですよね。オリジナルでやれば販売価格も全部自分で決めることができます。今後は自社の EC サイトで、販売をしていこうと考えてるんですけれども、実店舗をね持つわけではないので人件費がほとんどかからないんですよね。あとは全部僕の発信力で広めることができるので、広告宣伝費というのもほとんどかかりません。これまでコラボ商品を作ってきた時は販売価格っていうのはこちらで決めることはできなかったんですよね。もちろん仕方がないことではあるんですけれども、自分の会社で作ればもっと安く作れるよねっていうことになって、だったらオリジナルブランドをやりましょうっていう風にねなりました。あとはサンプルを作る回数なんかも無制限と言っちゃあれなんですけれども、サンプル費さえあれば何回でもサンプルも作れるっていうことで、とことんまでね商品のクオリティを突き詰めることができるっていうのも魅力かなと思います。僕が今後やっていくブランドでの商品っていうのは、すごい安い商品を作ろうとは考えていないです。作る商品の価格としては少しね高くなってしまいます。でも僕のこだわりをめちゃくちゃ詰め込みながらも、手の届く価格で提供したいというふうに考えています。今具体的に進行している商品が3つありまして、ペンケース1つとシャープペン2つ、この3つですね。その3つの商品について具体的に見ていこうと思います。まずはペンケース。ちょっとモザイクになっちゃうんですけれども、こちらですね。いろんなカラーバリエーションでね作っていこうと考えてはいるんですけれども、こちらはオーシャンブルーみたいな色ですね。こちらは早くて3月末に発売される商品となっています。なのであと2ヶ月弱で発売される予定です。オリジナルブランドの中で一番最初に発売される商品がこちらのペンケースです。こちらのペンケースの特徴としては、メイドインジャパンかつ最高級素材を使用して圧倒的な質感と完成度を誇るというところ、それからコンパクトで計算し尽くした機能性を持っているというところ、この2つが大きな特徴かなと思います。こちらはこんな感じのラウンドジップペンケースになっているんですけれども、ラウンドジップペンケースの究極系と思うぐらいめちゃくちゃ機能性にもこだわりました。価格に関してはすいません、これは高くなりそうです。ちょっとこだわりすぎました。外装にはとある高級イタリアンレザーを使ってます。僕がこれまで見たことがない新しい革で、かなり経年変化を楽しめるめちゃくちゃ面白い革です。で、使ってるファスナーは YKK 最高峰のエクセラファスナーというのを使ってて、で内装はウルトラスウェードというのを採用してしまいました。こちらのウルトラスウェードは最高級の人工スウェードとなってまして、レクサスとかの高級車の内装にも使われてたり、あとハイブランドでも使われている高級素材となっています。正直この外のイタリアンレザーよりも内装の方がお金がかかってます。勉強するときってペンケースを広げて使う人も多いと思ってて、外の外装よりも内装を見る時間の方が長いと思うんですよね。なので内装にもめちゃくちゃこだわりました。正直これ以上こだわりようがないほどこだわってて、でなおかつ機能性もめちゃくちゃ考え抜いてるので、これはお楽しみにしていただけると嬉しいです。メイドインジャパンの商品なので、ちょっと大量には作れないのがちょっとネックなんですけれども、これに関しては大切に長く使える人に使ってほしい、そんなペンケースかなと思います。
続いてはシャープペンを見ていきます。これまで僕はペンテルのスマッシュのシーサー限定色をね、作ったことはあるんですけれども、全く新しい型のシャーペンを一から作ることはこれまでなくて、一から作ったのは今回のオリジナルブランドが初めてですね。で、今2つ全く違う形状のシャーペンを開発しています。1つ目が合成感マックスフルメタルボディシャーペンで、2つ目が実用性マックスフルメタルボディシャーペン。この2つを今作っております。あくまでも名前はカッコ仮なので、発売される時はもうちょっとかっこいい名前になってるんじゃないかなと思います。この2つ今同時に作ってて、どっちが先に発売になるかは正直何とも言えないところなんですけれども、今の予定だと早くて9月に発売予定です。当初はもっと早くできる予定だったんですけれども、ちょっといろんなところをこだわりすぎてしまって少し時間がかかっております。まずはこちらの合成感マックスシャーペンを見ていこうと思います。こちらはちょっと前に完成したファースト動作サンプルですね。こちらのペンは合成感マックスということで、とにかく書き味がいいシャーペンとなっています。僕って結構コツコツとした書き味が好きで、よく重たいペンを使うことが多いんですけれども、僕が持ってるシャーペンの中でも今作ってる合成感マックスシャーペンは一番書き味がいいんじゃないかなって思うぐらい重厚な書き味を楽しめるシャーペンになっています。冗談抜きで僕の好みの書き味すぎて最近こればっかり使っています。書き味がいい分すごい重たいペンになってしまうので、正直これは好みが分かれるかなと考えています。でも文房具好きって結構重たいペンがね好きっていう人も多いと思うので、そんな人に刺さるようなペンを今作っております。あとは流線形のボディですごいかっこよくて、重たいので所有欲も満たされる、かなり趣味性の高いシャーペンになるんじゃないかなと考えています。今ここにあるファースト動作サンプルはちょっとねキャップのところがカタカタと振動してしまうんですけれども、次のサンプルからはこのカタカタ振動っていうのもなくなるように改良しているのでご安心いただければと思います。続いてもう一本見ていきます。こちらは金属ボディだけどスラスラ書ける実用性マックスシャーペンですね。これは 3D プリンターでの、動作サンプルになるので、今ボディは透明になっているんですけれども、販売するときはフルメタルボディで作る予定です。こちらもフルメタルボディのペンになるので、結構重たくなる予定ではあるんですが、重量バランスをいろいろと考えることで重たいけど軽快な筆記ができるという、そんな理想的なシャーペンとなっています。先ほどのは流線形のボディなんですけれども、こちらは丸々角形の、ちょっとゴツゴツとしたボディとなっているので、これはこれでね見た目すごいかっこいいペンになるんじゃないかなと思います。そんな感じで今は2つのシャーペンを作っているよっていう感じですね。合成感マックスシャーペンの方は書き味重視で趣味性の高いシャーペンで、実用性マックスシャーペンは書きやすさ重視の実用性の高いシャーペン。そんな感じで文房具好きの皆さんの需要をいろんな角度から満たせるような商品を作っていこうかなと考えています。ちなみに実用性マックスバージョンと同じデザインでボールペンも今後発売される予定ですね。お楽しみにしていてください。今回僕はシャーペンを一から作るのは初めてのね経験なんですけれども、びっくりしたのはめちゃくちゃお金がかかるっていうところですね。シャーペン一つ作るのに初期費用は多分1000万円ぐらいは余裕でかかっております。それはこだわりすぎたからそんだけかかっているっていうのもあるんですけれども、僕みたいにね個人から小規模でスタートするようなブランドさんだと、もともと出回っている汎用の部品を使って組み立てていることが多いんですよね。例えばクリップだけ見てみても、あれこの A 社と B 社のクリップ全く同じクリップ使ってるよねみたいな、そんなものもよくあるんですけれども、それはもともとある汎用の部品を使うことで型代がかからないので、それで初期費用を抑えることができてるんですよね。ただ今回は僕はクリップまで一からデザインをしておりまして、そのクリップ専用に金型を作ってるんですよね。クリップの金型だけをね作るにしても本当に僕びっくりしたんですけれども、3桁万円かかっております。もうたかがクリップだと思う人も多いと思うんですけれども、余裕で車買えるぐらい初期投資をしないといけないんですよね。クリップだけでそれぐらいお金がかかるので、他の部品とかいろいろ考えると初期費用だけで一つのペンを作るだけでも1000万円かかって、で今2つ作っているので、2000万円以上のお金がかかっている本当に一大プロジェクトなんですよね。僕の所持金をつぎ込んで、めちゃくちゃリスクを背負ってやってる一大プロジェクトとなっているので、結構僕自身もドキドキ不安ですね。
あとスマッシュのシーサー限定色についてもちょっとお知らせがありまして、昔の動画でちょっとちらっとねお知らせをしたんですけれども、こちらのペンテルスマッシュシーサー限定色の販売を EC サイトがオープンしたらやっていこうかなと考えています。こちらのスマッシュめちゃくちゃ反響をいただきありがとうございました。こちらは去年の10月に再販をしたんですけれども、今はほとんどの文房具屋さんで売り切れとなっております。で、今のところこのモデルの再生産の予定は全く今のところねないんですよね。買えなくてどうしようと迷っている方にお知らせなんですけれども、実は僕の方でスマッシュを仕入れておりまして、それを EC サイトがオープンしたら、ある程度の本数販売していこうかなと考えています。結構っていうか、そこそこの本数を仕入れているので、買いそびれた方もぜひこの機会に買っていただきたいなと思います。オリジナルで作ってるペンケースの発売と同時にスマッシュの方も売っていけたらいいなと考えているので、3月末ぐらいになるんですかね。お待たせして申し訳ないんですけれども、お待ちいただけると嬉しいです。今回3つの商品を今オリジナルで作ってるよっていう話をしたんですけれども、他にもリュックだったり財布だったり、あとお手頃なペンケースとか、あとは腕時計ケースとか、もういろいろ僕が作りたいものを作っていきたいなと考えています。主には文房具を作っていくブランドではあるんですけれども、他にもね、僕が作りたいものを作りたいと考えているので、僕も楽しんで商品制作していきたいなと思います。よくある YouTuber がグッズ制作を始めましたみたいなノリではなくて、文房具好きにも納得してもらえるようなこだわりの商品を展開していくブランドにしていきたいなと考えています。商品のラインナップが揃うのはまだまだかなり先にはなると思うんですけれども、じっくりじっくりブランドを成長させていきたいなと考えています。文房具好きにとってなくてはならないブランドにするのが目標なので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。それから今年はチャンネル登録者数100万人というのも目標です。残り18万人ぐらいになってきたんですが、ラストスパートどうぞチャンネル登録よろしくお願いします。